ここが好きだよ日本人へようこそ。思いを言葉に乗せて伝えるポエム。そんなポエムにはさまざまな形態があります。世界各国で独自に発展していったのです。中でも日本では世界で類を見ないポエムが愛されてきました。海外の人をも驚かせた日本独自のポエムとは一体どういったものなのでしょうか。はい、私はアディソン。モンタナ州ミズーラで大学生活を謳歌している21歳よ。アメリカを楽しむ上で欠かせないのは大自然。ニューヨークやサンフランシスコなんかの先進的な大都市が印象的なアメリカだけど、内陸部に行くと手つかずの自然が残っているの。私がいるモンタナ州ではそんなアメリカが誇る自然美が見られるわ。おすすめスポットは何といってもイエローストーン国立公園。火山や間欠泉が多く存在する観光名所よ。だから熱水作用で変色した鉄分を含む黄色い石が多く見られるの。これが名前の由来だわ。イエローストーンの火山は世界でも類を見ないほどの規模を誇るの。見た目は大きなカルデラだけど、ひとたび噴火すれば世界の気候が大きく変動するのよ。そんなスケールの大きな自然を楽しめるわ。他にも熱水が噴き出す泉があるわね。この泉は鮮やかな色合いだから写真を撮るのにもうってつけのスポットなの。中央は青色なんだけど、泉の端に向かうにつれて緑、黄、赤、橙といったさまざまな色合いに変化していくわ。泉の端の方はバクテリアが生息できる温度だから、彼らの働きによって色が変わるの。見どころは火山だけじゃないわよ。この公園には手つかずの巨大な温帯生態系が存在しているの。グリズリーやオオカミ、バイソンといったアメリカならではの大型動物が見られるわ。他にもモンタナ州ならではの観光地があるわね。それはグレイシャー国立公園。高山地帯ならではの草原や湖が出迎えてくれるわ。この公園の目玉はなんといってもそびえ立つロッキー山脈。モンタナ州の名前はスペイン語で山の国という言葉にちなんでいるの。そんなモンタナ州らしさを感じる迫力のある山々は一度見てほしいわね。モンタナ州には自然だけでなく美味しい食べ物もあるの。広々とした草原が広がっているから牛の放牧が盛んよ。そんな牛の肉を使ったステーキはあっさりとした赤身が特徴なの。良質なタンパク質が豊富だから筋トレをしている人にもおすすめ。モンタナ州に来たらぜひ一度食べてみて。牛つながりでバイソンの肉もおすすめよ。牛肉よりもヘルシーだから健康志向の人に食べてほしいわ。美味しい食べ物にはビールが欲しくなるわよね。モンタナ州のビールは一押しだわ。なんといっても種類の多さがいいわね。モンタナ州はアメリカで3番目にビールの醸造所が多いの。小麦の栽培が盛んだからこそなせることね。今私がハマっているのはポエムよ。ポエムは素晴らしいわ。思いを言葉で表現するのにいろいろな手段があると思うの。日々の思いを綴ったエッセイやメッセージをリズムに乗せた歌なんかは代表的ね。でもポエムはもっとテクニカルなの。短いフレーズでありったけの思いを表現するためには筆者の表現力が不可欠だからね。アメリカにも様々なポエムがあるわ。
アメリカのポエムの歴史も思いのほか長いの。アメリカの13植民地が統合された時からあるとされているわ。さらに遡ると、ネイティブアメリカンの交渉というものがあって、これがポエムとして扱われることもあるわね。私はビートジェネレーションのポエムが好きなの。アレン・ギンズバーグなんかは有名ね。彼らの紡ぐポエムは後のヒッピーカルチャーにも取り入れられたのよ。世界のポエムを調べていく中で興味深いものを見つけたわ。それは日本の伝統的なポエム、和歌や俳句と呼ばれるものなんだけど、その短さに驚いたわね。でも私は思ったの。あまりにも短いんじゃないかってね。日本語では母音と子音をセットにした文字を使うから、文字数を省略できるのは理解できるけど、それにしても短すぎよ。松尾芭蕉の古池や河津飛び込む水の音とか、ポエムというよりかはキャッチコピーなんじゃないかっていうシンプルさね。このポエムはカエルの飛び込む音しか聞こえないぐらい静かだという内容なの。もっと他に伝えたいことはなかったのかと思ってしまったわ。でも芭蕉が歩いた日本の風景が気になったわ。だから私は日本に行くことにしたの。私が降り立ったのは仙台国際空港。日本の北方に位置する空港ね。空港に着いて名物のお菓子があったからそれを食べたわ。そのお菓子はずんだ餅というもの。青々とした若い大豆をすりつぶして甘みを加えたあんがお餅に乗っていたわ。熟しきった大豆とは違う爽やかな味わいだったわね。そこから私が向かったのは松島。松尾芭蕉が愛した地ね。空港から直通で松島に行ける高速バスがあったからそれに乗ったわ。松島に着いてまず向かったのは瑞岩寺。お寺に着くや否や本堂を拝観したわ。本堂を外から見たとき、その存在感に圧倒されたわ。内装も美しかったわ。部屋ごとにテーマの異なる絵画や彫刻で彩られていたの。部屋ごとに天井の作りが異なっているのも凝っていたわね。本堂だけでなく、亡き人の供養が行われた洞窟の遺跡も見たの。どんな洞窟よりも荘厳な雰囲気を放っていたわ。次は松島湾へと向かったわ。松島湾の月は数ある日本の風景の中でも美しいそうなの。その時はあいにく昼間だったから月は見られなかったわ。着いてからすぐさま遊覧船に乗って松島の絶景を堪能することにしたの。それは美しい風景だったわ。白い岩でできた島の上に青々とした木々が生い茂っていたの。イエローストーンのダイナミックな景色とは違う静かな美しさを感じたわ。この静かな美しさを愛する文化こそが日本の特徴なのだと思ったわ。ここでふと俳句が愛される理由が分かったの。日本人はきっと言葉を尽くすことを良しとしていない。だから短い言葉に言外の意味を含ませることで静かに感情を表現しているのよ。そう思った私は俳句の奥深さに惹かれたわ。船を降りた後、再び仙台に向かったわ。都市部も観光したかったし、何より今夜の宿にチェックインしなくちゃならなかったからね。仙台に着いてから時間があったから少しだけ観光スポットを回ったわ。私が向かったのは仙台城跡。上まで登ると仙台の街並みが一望できたわ。ここに住んでいた武将伊達政宗の銅像もあって、城というよりは
公園のようだったわ。その後、仙台城跡の荒廃地にある東北大学植物園にも行ったの。そこには城主によって監視され守られてきた日本古来の植生があったの。寒い土地に特徴的なもみの林が見られたわ。お腹が空いたからホテルにチェックインして夕食をとることにしたわ。仙台を代表するグルメを食べることにしたの。お店に入ってそれを注文したわ。店内のテーブルには網が置かれてあって自分で調理する方式だったわ。出てきたのは仙台名物牛タン。牛の舌をスライスしたものね。アメリカではあまり食べられない部位だから本当に美味しいのか疑問に思ったわ。牛タンを焼いて山形の漬物であるお水気を乗せて食べたの。牛タンの弾力たっぷりな歯ごたえに感動したわ。こんなにいい食感の部位を食べないアメリカ人は牛に対する理解が足りないと思ったわ。調べてみたらアメリカでは昔牛タンを廃棄していたそう。これは牛肉の名産地として恥ずべきことだわ。それはさておき、お水気の味も牛タンに合っていたわね。お水気の塩気が牛タンに足りないパンチの効いた味を補ってくれて、青菜のさっぱりとした味わいが牛の臭みを消してくれるの。日本ではレモンを合わせることが多いらしいのだけど、名物の青菜の漬物を合わせるのは東北ならではね。そんな牛タンの焼肉に舌包みを打った後、私はホテルに戻ったわ。安いホテルだけど掃除が行き届いていて、ベッドのシートも新品のように白かったわ。その晩は日本人の細やかな思いやりに包まれながらぐっすりと眠ったわ。翌日、引き続き仙台を観光することにしたわ。まず私が向かったのは瑞鳳殿。昨日の銅像の人物、伊達政宗が眠る場所ね。彼の霊廟を見て私はおののいたわ。金箔や色鮮やかな塗装で彩られたゴージャスな建物だったの。伊達政宗の権力を伺い知れたわ。彼はおしゃれな人の代名詞なんだそうで、日本語で伊達者というとダンディーな人のことを指すそうなの。そんな彼にふさわしいお墓だったわ。ただ日本人が好みそうなデザインには思えなかったわね。その後大崎八幡宮にも行ったわ。日本のパワースポットとして有名なんだそう。こちらも伊達政宗が建てたものらしいわ。見たけど相変わらずファビュラスな建物だったわ。どうしてこんなに派手な建物が多いのか調べたら、日本の安土桃山時代の建築様式を踏襲しているからだそう。自らの力を誇示するためにこんな迫力のある建物を建てたのね。その後も仙台を回ったわ。都市部は大都会だったわね。日本旅行の目的地として東京や京都を考えている人は多いかもしれないけど、東北地方も趣があるからおすすめしたいわ。日本の心と言っても過言ではない俳句。その源流はレンガに庶民性を加えたものである俳諧にあるとされています。この俳諧に芸術性をもたらしたのが松尾芭蕉。芭蕉は東北地方を旅し、行く先々で俳諧を残しました。この俳諧は彼の記した紀行文「奥の細道」の随所にあしらわれています。芭蕉の出身地は今の三重県伊賀市。ここは忍者の里としても有名だったことから、実は芭蕉は忍者だったとまことしやかにささやかれています。
彼が東北を旅したのも力をつけていた東北の大名を偵察するためであったと言われているのです。真偽のほどはさておき、彼が短い言葉で綴った風景は今も国語の教科書に記載されるほど高い評価を受けています。その後、数ある俳句の中でもその句単体で内容が完結している八句が生き残りました。芭蕉より時代が進んだ明治時代、正岡子規がホトトギスを創刊し、現代へと続く俳句の流れが出来上がったのです。少ない言葉で思いを伝えるというところに日本人の美徳を感じますね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。